か落ちてくるよ。ロックスカル、ワールド博士。ロックスカル、ひょっとしてまた宇宙へ行こうとしてたの？ロケット大会の後からずっと？そっか、一人で頑張ってたんだね。ごめんよロックスカル。あれから僕も研究しているんだけど、君の弱点である燃料の少なさ、それを補う方法がまだ見つからないんだよ。そういうことだったのか。博士、もう大丈夫ですか？ありがとうソルティアス。でもなんでここに？最近毎日この時間にフルームをここに連れてきているんだ。フルームは以前一人で頑張るロックスカルを見かけてからずっと気になっているらしくてね。いいアイデアを思いついた。いいアイデア？フルームはメタンのエレモン。メタンはロケットの燃料にも使われるんだ。ロケットの燃料ってことは、そう、ロックスカルの問題が解決できるかもしれない。もしかしてフルーム、君には分かっていたのかい？ずっと力になりたかったの？ナイスコンビ誕生だ。大丈夫、僕に任せて。君たちの力を合わせればきっと夢を叶えられるよ。フルームには燃焼させる能力がない。だからメタンをロックスカルに送って燃焼させる必要がある。それで？最初はフルームのメタンだけで飛ぶ。その後フルームを切り離し、ロックスカルの燃料で飛ぶんだ。なるほど、多段式ロケットの応用か。その方法なら長く飛ばせるな。でもこんなんでうまくいくの？大丈夫だよ。メタンを送るってどうやって？いいぞフルーム、その調子だ。これやばくない？やばいね。ダメフルーム、そんな急に入れたらロックスカルが破裂しちゃう。ロックスカル、離陸だ。急いで。フルーム、今度はゆっくり入れるんだ。また失敗。なるほど。フルーム、次は段階的に入れてみて。次はもう限界だね。失敗ばっかり。何がいけないのかな？君たちには失敗に見えるかもしれないが、科学者としては成功だ。ですね。これでうまくいかない原因がはっきりしました。フルームはメタンの供給量をうまくコントロールできないんだ。供給量を一定にできないとダメか。どうすれば。二人の熱意、僕も受け取ったよ。フルームが安定したメタンを供給するにはサポートするメカを作ればいいんだけど、その構造をどうするか。あ、これだ。できた。
くできている。なんなのこれ。これはメタン自動調整供給装置だよ。一次タンクとコンピュータ制御のバルブがついているんだ。メタンを一旦タンクに溜めてバルブで量を調整するんだ。ダムの原理だね。雨水の量は天気によって不安定だけど、ダムに溜めておけば川に流す水の量を一定にできる。これならフルームが供給するメタンをどんな状況でも一定量に保てる。ロックスカル、フルーム、宇宙に飛ぶ準備ができたよ。打ち上げ準備開始。打ち上げ台固定完了。ロックスカル、フルーム、問題なし。追跡用望遠鏡シンクロ完了。消防隊、打ち上げ準備完了。一次タンク注入開始。ロックスカル、フルーム、準備はいい？チェッキュン。タンク充填率 100%。 カウントダウン開始。10、9、8、7、6、イグニッション。4、3、2、1、0。リフトオフ。システムオールグリーン。ロックスカルとフルーム、第一宇宙速度を維持。順調に上昇中。タンク充填率 70%。 燃料供給異常なし。いいぞ、そろそろ成層圏だ。速度低下。何が起こった？しまった。気圧が低くなってフルームの中のメタンが膨張している。空気抵抗が増しているんだ。高度とタンクの残りは高度36キロ、タンク残り 40%。 バルブ全開、全速力。速度戻った。あと14キロで切り離した。その前にタンクが空になったらロックスカルは宇宙に届かない。12キロ 30%、 10キロ 20%、 8キロ 10%。 あと6キロ、もう空っぽだ。ダメか。あ、タンク残り 20% に上昇。フルームが残りの力を振り絞ってる。そこまでしてロックスカルの夢を叶えたいのか。切り離し成功。いい友達を持ったね、ロックスカル。望遠鏡で終えるのはここまでだ。これからはロックスカルカメラに切り替える。何も映らないよ。通信が遅延しているのかな。映像が来ないとわからないよ。高度計では70キロ、もう成層圏を抜けたはずだ。ねえ、ロックスカルは無事なの？わからない。高度100キロ、宇宙に到達。ロックスカル。映像が来た。本当に宇宙に行ったんだ。ロックスカル超怖い。よかったね、フルーム。おめでとう、ロックスカル。
ギュッギュー。水平リベワンツーポーズランラボピーポンパンポンピーポンポンピーカーゲイザーピーカーブー水金地下木特艦革命ランラボピーポンパンポンキーポンポーズもっともっとクエスチョンマークドキドキ特勤ご機嫌ハロゲン大発見ピーポンカーボンキーポントライ You go your way ファンキーステップ家族もびっくりハートの形六角形これはすごいぞスーパーデューパードゥドゥドゥなんてキュートなの面白いこれが僕の夢なんだ。僕と君の化学式はランラボみんなの個性がエレメントドキドキヒットミーアップ明日も笑おう喧嘩をしてもマンラボ勇気融合バージョンアップビーカーいっぱい泣いたらピースソルティーしょっぱいいい塩梅メル CO2 ハッピーピース水平リベ僕のラボから大冒険ケミカルマジカルスマイル You're my friends海は気持ちいいな。いやー、アリサさんとピクニックに来れるなんて最高だよ。私たちも一緒なんだけどでもいい雰囲気だよ。アリサさん、知っていますか？海はあらゆる生命の源。僕たち人間も元をたどれば海から生まれます。レオくんいたの振られた？それ以前ねいやー、お待たせ。僕も混ぜてもらえるかな。ん？へえ、みんなのランチは美味しそうだね。なんでここに？君のご両親にここにいると教えられてね。ああ、大丈夫大丈夫、お構いなく。僕もランチを持ってきたから。僕の手作りオーガニック素材を使ったサンドイッチさ。美味しいね。さてレオくん、僕には遠く及ばないが君はなかなか優れたエレモンクリエイターだ。君が作ったアクロも優秀だ。独自にレベルアップをするほどにね。いやー、照れるな。あ、ごめん。そんなに警戒しなくてもいいよ。僕はただそのアクロを渡してほしいだけだ。何度も言うけど、アクロは渡せないよ。どうしてだい？また同じものを作ればいいじゃないか。君ならできるだろう。アクロは物じゃない、友達だ。じゃあ君はリキッドがいなくなってもまた作れるの？作れるよ。当たり前じゃないか。エレモンは人間が作った自然界にはもともと存在しない人工物だ。車や冷蔵庫と同じだよ。失っても新しく作ればいい。そんな。それに水の能力を全く引き出せていない君にはアクロは宝の持ち腐れだしね。ああ、もちろんただとは言わない。見返りとして僕の研究データを全部君にあげるよ。いい条件だろ？そうすれば代わりのエレモンも。僕とアクロの絆はそんなものとは変えられない。面倒くさいね。エレモンブースターパワーオン。みんな離れろ。リキッドに何をしたの？エレモンブースターを起動したのさ。この装置はエレモンの細胞を活性化させ能力を限界以上に引き出す。リキッドはさらにパワーアップしたんだ。水には何でも溶けるという性質がある。エレモンブースターで増幅した力を使えばアクロをリキッドに吸収させることができる。これでアクロがこれまで蓄積してきたレベルアップの情報もリキッドのものになる。
話し合いでアクロを渡してほしかったけど、まあしょうがないね。力ずくだ。待てよ、もうやめるんだ。君がやっていることは間違っている。アクロを融合させて最強のエレモンを作る気だろう。あなたは昔からずっと僕を誤解していますね。最強のエレモン、アニメの悪役じゃあるまいし、そんなもの使いにくいだけですよ。研究所にこもってないで僕のように広い世界を見たらどうですか？アクロを吸収なんてさせない。さて、もう時間稼ぎはいいかな。アリサさん、すごい。あれ、レオ気づいてない？バレバレだよね。アリサさんがチーム忍者だって。アリサさんが危ない。一部しか取り込めなかったけど、まあいいか。解析を始めよう。茶番ね。茶番だね。よし、解析完了。エレモンブースターインストール。なんだって？リキッドが氷の息を吐いてる。それにアイスモードでもない。僕の頭脳ならアクロの能力をカスタマイズしてリキッドがモードチェンジなしでスキルを使えるようにできるんだよ。スチームモードがキャンセルされた。アクロ、アイスモードだ。無駄だよ。アクロはモードチェンジ中が一番無防備になる。そこを狙えば簡単にキャンセルできるのさ。モードを強制的に上書きしてるのか。アクロの弱点はモードチェンジをしないと氷やスチームのスキルが使えないことだ。これじゃあアクロは自由にスキルを使えない。こっちにはシリカだっているぞ。リッカこれは強敵だね。じゃあシリカも取り込もうかな。二酸化ケイ素のシリカなら水には溶けない。浅い浅い。相変わらず君の知識は浅いね。シリカスーパールミナスレーザーだ。どこを狙ってるんだ？マグリオンを吸収した？シリカもう一度スーパールミナスレーザーだ。リカまずい、やめろ。スーパールミナスレーザーを食べちゃった。
バブリオの炭酸ナトリウムが水に溶けていると二酸化ケイ素も水に溶ける。シリカとの相性は最悪だ。さらに二酸化ケイ素と炭酸ナトリウムは水の中で化学反応を起こす。そしてできるのが二酸化炭素とケイ酸ナトリウム、水ガラスだ。水ガラスは硬い液体だ。接着剤に使われたり、燃えないから耐火塗料の材料としても使われる。そんなものをこの一瞬で。どうだい？水は全てを受け入れて新しい能力を作り出せる。わざわざ用途に応じたエレモンを作る必要がないのさ。これが水の持つ真の力だよ、レオ君。女の子の気を引くためのものじゃないんだ。水ガラス、二酸化炭素。さて邪魔者は黙らせた。